皆さんこんにちは、プピノアです。少し前になりますが、この時期毎年恒例ミスド抹茶コラボ食べ放題をしに、ミスド川崎店さんに行ってきました。今年も新作のドーナツが出ているので、レビューしていきながら食べ放題で何個食べれるのか記録挑戦したいと思います。3月26日から第1弾が開始され、新作ドーナツを含む計5種類を楽しめるようになっています。4月23日から第2弾が開始され、ほうじ茶ベースの新作ドーナツが2種類販売開始されました。さらにミスド55周年を記念してネットオーダー限定史上最高量の抹茶を使用した新作ドーナツも販売されているそうです。ちなみに私が食べに行ったのは第2弾が販売開始される前なので、今回は第1弾のラインナップをお届けしたいと思います。でルールの方を説明させていただきます。は今回終了時間14時45分までとさせていただきます。最小回のドーナツはあちらにありますマフィンのみとなっております。マフィン以外は大丈夫。はい。ドーナツを持っての際、後ろに紙皿ございますので、その上にドーナツを乗せていただくようお願いいたします。また一度持って行っていただくので、最大6個まで上限とさせていただいております。ドリンクをおかわりされる際は、カップを1階まで持ってきていただくようお願いいたします。では先にドリンクをお願いいたします。アイスティーアールグレイのストレートで。このような準備しますので、こちらお先にドーナツを選んでください。その他去年と違うところとして少し値上がりしていましたね。去年は税込み1800円、今年は税込み2000円。日本はどこもかしこも値上がりですね。あとは毎年タイマーを渡されていたのですが、今回は渡されませんでした。ではビュッフェ台からドーナツを取っていきます。さて最初のドーナツたちです。抹茶5種類と、このドーナツビュッフェでは途中で絶対に塩気が必要になるということを過去の経験から学びましたので、エビグラタンパイを一緒に取ってきました。それではいただきます。ふわっと軽い食感の宇治抹茶生地に抹茶パウダーをまぶし、抹茶わらび餅と抹茶ホイップをサンド。祇園辻の宇治抹茶を使った生地、パウダー、ホイップ、わらび餅の4つの素材を重ね、抹茶の美味しさを存分に楽しめる宇治抹茶尽くしの一品です。まず最初は一番重そうなこちら、軽い食感の宇治抹茶生地とのことですが、手に持った感じはかなりずっしりとしていました。抹茶の味が濃厚。生地、上のパウダー、ホイップ全てに抹茶がふんだんに使われているので、口にした瞬間抹茶の香りが口と鼻全体に広がります。中央のわらび餅は他のパートとは違い苦みが強い印象。そのおかげで全体が甘くなりすぎずバランスが取れていますね。とっても美味しいです。ただ一発目からかなり重いので食べ放題的には先行き不安。祇園辻の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。きなこクランチのザクザク食感をお楽しみください。文字通り表面のザクザク感がすごかった。歯ごたえがすごい。ベースのポン・デ・リングの抹茶味が濃厚なのは変わらず、そこにきな粉の味が加わって和風の味がすごく美味しかったです。ただかなり顎を使うので満腹中枢が刺激されました。これもやっぱり食べ放題であることを考えると負担は大きいですね。
エビ、マカロニ、コーンが入った滑らかな口当たりのグラタンをパイ生地で包み、サクサクに焼き上げました。さあここでお口直しです。まだ3個目なのにちょっと早いかなと思ったのですが、最初の2個で結構口の中が甘くなったので、一度塩気を入れてさっぱりさせました。もうこのパイは安定に美味しい、大好きな味です。祇園辻の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。生地とチョコダブルで抹茶の味わいを楽しめます。これは毎年この辻りコラボで登場するポン・デ・リングですね。私の大のお気に入りです。さっきポン・デ・ザク宇治抹茶を食べましたが、多分土台は同じですね。これ単体なら何個でも食べれちゃいそうなくらい美味しいです。祇園辻の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に黒糖わらび餅と抹茶ホイップをサンドしてきなこシュガーをトッピング。宇治抹茶と和素材の美味しさが重なった一品に仕上げました。こちらも毎年おなじみのメニューですね。中に入っているわらび餅と抹茶ホイップが相性抜群で美味しいんですよね。ポン・デ・リングもさっきのダブル宇治抹茶とは違って生地がもちもちでわらび餅に似た食感で好きです。ただ正直この辺りでかなりお腹に溜まってきていてしんどくなってきてます。祇園辻の宇治抹茶を練り込んだふわっと軽い食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし、栗甘露煮入り栗あんと小豆あんをサンド。宇治抹茶の生地と和素材の美味しさが重なり合った一品です。以前から動画を見てくださっている方の中にはご存知の方もいるかもしれませんが、実は私は小豆が苦手です。全種類ご紹介したいと思い、食べれる限り食べようと持ってきました。一口食べた瞬間、ずっしり重さがきました。外側の生地の部分は宇治抹茶尽くしと同じでずっしりくると個人的には感じました。そこに輪をかけてずっしりと甘い栗あんと小豆あんが入っているのでかなりボリューミーです。甘いものや和菓子が大好きな方はぜひともおすすめしたい商品ですが、食べ放題実施中の私にはちょっと食べきりが厳しいかなという感じでした。小豆が入っていない上側だけでも食べようとしましたが、甘さ中枢がマックスまで来ていたのでここで諦めました。ごめんなさい。というわけで今回食べた記録がなんと5個半ということで過去最低記録を更新してしまいました。いやー、前回が9個だったので大幅に減ってしまいましたね。そろそろミスド食べ放題も限界が近いので今年をもって引退するかもしれません。不甲斐ない結果になってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。